こんにちは。今日は私が2025年度版から使っているほぼ日ウィークスの中身を紹介していきたいと思います。ほぼ日ウィークス、この2025年度版のハーベストチェックなんだけど、これを買う前にオタク手帳としてこっちのウィークスメガのさくらんぼを買ったんですよ。そしたらね、ウィークスの小さい方眼に細かく文字を書くのがとても楽しくて、普段使い用の手帳もウィークスにしようかなという感じになって、とても可愛いのでこれを買ってしまいました。こっちのねウィークスはオタク記録用になってて、もうこのバンドで留めないと膨れ上がっちゃって、こんな感じで、これもね一緒に中身を紹介しようかなと思ったんだけど、まだこれが12月なんですよ。まだ年を越せてなくって、12月12日で止まってしまっているので、これはまた年を越せたら中身紹介したいと思います。多分ね、他の動画で手帳タイムする動画とか、あとショート動画でこれ書いてるところをちょこちょこ上げたりしてるので、中身気になる方はそっちの動画を先に見てみてください。全然ね、マンスリーとかも探りただちょっと書いてるだけで、全然使い方が定まってなく、ウィークリーもまだ書いてないから、ここをちゃんときれいに書けたらこっちは中身紹介したいと思います。ということで、今回はこの毎日使っている普段使いのウィークスを紹介します。このほぼ日ウィークスを使う前まではノルティのライツ3を使ってました。これがね4月始まりで、本当は全部使い終わるまで使おうかなと思ってたんだけど、あまりにほぼ日ウィークスが使いたすぎて、これどこまで使ってたっけ、ここか、12月20日で使い終わりました。こんな感じで普通に雑に自分の予定とか推しの予定とかメモとか日記とかを書く手帳にしてたので、ほぼ日ウィークスもウィークス使ってる方って綺麗にデコして可愛くしてる方が多い印象なんだけど、私のウィークスは一切そんなことはなく、文字だけの映えないウィークスになってるので、ちょっと期待外れな方もいると思うので、ちゃんとタイトルに書いときます映えないウィークスって。でもウィークス使いたいけどデコとか苦手で続かないなって思う方も、私こんな風に使ってるから雑に使ってもいいんだっていう風に思ってくださる方もいると思うので、中身紹介していきたいと思います。全然映えないですで、まずウィークス、まだここは何も貼ったりしてません。ポケットシールがウィークスついてくるんだけど、どこに貼ろうか悩んでまだ全然貼ってない。ちなみに裏側は付箋置き場になってます。これは100均で買った小さい付箋と、この糊が結構ついてる、全面ではないけどこのくらいついてる付箋、これも100均、ダイソーかセリアって売ってます。全部100均だわ全部100均になった。で、これはキャンドゥで買ったサンリオの付箋と、これはダイソーで買った方眼の付箋。システム手帳を持ち歩きの手帳にしてるんだけど、あんまりシステム手帳では付箋は使わない派だったんだけど、やっぱ閉じ手帳だと付箋結構使うようになりました。ページをね入れ替えたりできないから、ちょっとしたメモとか
不確定なメモとかは付箋に書くようになりました。でウィークス開いて、ここは全然何も書き込んでないです。でここは年間のカレンダーです。ここは体調記録とあと生理の記録に使おうと思ってます。ここに上にフリースペースがあるので、風邪ひいたり体調悪かった時とかインフルとかそういうのかかったら、ここに何日に体調悪かったって書こうと思ってます。あと私花粉症なので、花粉の時期はいつから花粉症の症状出たかとか、あと薬が全然私合うのがまだ見つかってなくて、花粉症になって3年目なんだけど、今年合う薬が見つかるまでここに使った薬とか書いたらいいのかなと思ってます。でここの日付の書いてるところは、この三角とかバッテンとかはメンタルチェックをしてます。私 PMS がひどくって、生理前本当にメンタルがやばいんですよ。今もそのヤバメンタルの時期なんだけどでそれを事前に分かった方がいいかなと思って、ここの数字は生理周期なんだけど、だいたい自分が何日周期で来るっていうのは分かるじゃないですか、記録つけてたら。アプリでそういうのは記録つけてるんだけど、この10日刻みでこの周期を書いておけば、ここの日の前後はちょっとやばいのが来る時期だなっていうのがこうやって一覧で見て分かりやすいかなと思ったので、ここはそうやって使っていくようにします。でこのメンタルいい日と普通の日は丸で、ちょっとやばいなっていう日は三角で、本当にやばいなっていう日はバッテンを書いてるんだけど、毎日こういうのに記録していくのは面倒くさいので、三角とバッテンの時だけここに書くようにしてます。この辺はまだ元気だったここはやばい。そんな感じで1年使っていこうかなと思ってます。でこの次からマンスリーは去年の12月から使い始められたので、12月はこんな感じで使ってました。ここにも書いてるんだけど、メモとオタク系のメモと、あと私の推してるストレイキッズの予定とかメモ、あと YouTube をアップした日のメモと、あとこれはテレビマーク、そういう風にマークをつけて、後から見返したい情報だけを書いてます。例えばよく書くのがこんな感じで、ペンを使い切ったり印刷用紙を使い切った時、これはメモしておいてます。これは優先的にメモしてます。でここでフリクション使い切って、でここでも使い切ってるから1ヶ月持たないんだなとかっていうのが分かって、ストックを買い足すタイミングが分かるようになりました。であとここもウィークスを買った日、使い始めた日にメモしてます。であとだいたい外食行った日とか、あと買い物行って買ったものとか、そういうのを書いてるかな。であとこの緑色で書いてるのは推しの予定とかテレビに出た日とか、そういうのを書いてます。このウィークスは自分に関することだけじゃなくて、推しのメモも残して、1年使って私と推しがこんなことがあったなっていうのを記録に残す感じでマンスリーは使っていきたいので、自分のことも推しのことも一緒に書いて、推しのことだけ見やすいように色を変えてます。で自分がオタ活に行った日は星マーク、オタク系のメモは星マークにしてます。これもポプストに行った日星マーク、
てステイ会をした日に星マーク、そんな感じかな。で YouTube アップした日も一応メモしておきました。内容も書こうかなと思ったんだけど書ききれないしめんどくさいかなと思って YouTube アップとYouTube ショートアップとあと YouTube ライブをした日、これを書いてます。こんな感じで全然スカスカでもいい、見やすいから。逆に空いてるところにシールとか貼ろうかなとも思ったんだけど、シール貼ったら逆に見返しづらくなるなと思って何も貼らずにやってます。であとここに欄外に書いちゃったんだけど、私 M5 の手帳を普段持ち歩きとかメモとかに使ってるんだけど、それを気分によって変えるんですよ。で変えた日に本当はこの日にこのトラベラーズノートからプロッターに変えたよって書きたいんだけど、これいつのタイミングで変えたか全然覚えてないから、これだけここに書きました。多分12月の半ばくらいに変えてたんだけどメモしてなかった、覚えてなかったなので次 M5 の手帳を変えた時はちゃんとこの枠の中に書くようにしようと思います。こんな感じで使ってました。でしおりはその月のところに1本挟んでます。だいたいになんか食べ物関係が多いかもしれない。食べ物外食した日とか限定のやつを食べた時とか、あとペン買った日とか、買ったもの食べたものオタク系を記録してます。なのでここは先の予定を書くんじゃなくて、過ぎたことで後から自分が見返したいなと思うものを書くマンスリーになってます。で次ウィークリーは最初はこんな感じになってます。この手帳を使い始めた日が12月の21日、ここからなので、これ以前は別にそんな埋めようともせず、ここにこのウィークスを使う前に使ってたライツにオタク系の推しの予定を書いてたのをそのまま推しの予定だけ書き写して、右側はここはちょっとグッズのメモを書いてるんだけど、他は別にメモは書かずに使ってました。で使い始めがこんな感じです。推しの予定も自分の予定も日記も、あとトゥードゥとかやったことリストも全部一緒に書いちゃってます。推しのだけ色を変えて見やすくしてます。逆じゃない自分のことは別に見づらくていいんだけど、推しのことは見やすくしてます。で右側はトゥードゥとかメモとか、あと日記とかを上から順番にこうダーッとただただ上から順番に書いていくだけ、そんな感じで雑に使ってます。どこで説明したら見やすいかな。ここはねちょっと探り探りでまだ書いてた時で、ここが使い始めて2週目で、ここが使い始めて3週目。ここで説明しようか。こんな感じで使ってるペンはフリクションを使ってます。このフリクションの 0.38 ミリの3色のやつを使ってます。黒とこの青のところにこの緑色
ここの緑色、これはフォレストグリーンって色なんだけど、緑に変えて、で赤のとこはピンク色にしてます。このピンク色、これはコーラルピンクにしてます。普通に赤と青でもいいんだけど、可愛い方がいいなと思ったので、私の持ってる3色のフリクションは全部黒とフォレストグリーンとコーラルピンクに入れ替えて使ってます。で左側の描き方としては、まず緑は推しのストレイキッズの予定、これはマンスリーに先の予定を書かないから、先の予定は全部ウィークリーに書いてます。自分の予定も推しの予定も全部ウィークリーに1回書き出します。こんな感じで。で緑は推しの予定で、このピンクは締め切りとか大事なことを目立たせるように書いてます。でウィークスってこの上側にここを3分割できる点がついてて、だいたい使ってる方はこの点を目安にこう線を引いて、この左側のウィークリーのところを分けていろいろ使ってると思うんだけど、私はその線を引く作業すらめんどくさくて、でめんどくさいことが続くと私絶対手帳を使わなくなるので、こう見てもらえれば分かると思うんだけど、だいたい2つに分けてるんですよ、書くところを。なんだけど線を引かずに、このウィークスのページの裏に透けてるここの線がこの裏に透けてるんだけど、その線を目安に左側と右側で分けてます。説明わかるかなわかります？こう何も書いてないとこがこの右ページのこの線がこの前のページの線が透けてるんですよ。だからここを基準として、この透けてる線の左側にチェックボックスとか、あとメモの点とかを書いて、でこっち側に内容を書いていくっていう風にして使ってます。こんな感じで分けた右側は To Do とか、あとネットスーパー何時に来るかとか、こういうメモとかそういうのを書いてます。でこっちの分けた左側は予定と、あとちょっとしたメモとか日記感想的なやつと、あと最近韓国語の勉強をここ去年くらいからかなするようになって、韓国語で日記をつけたらなんか上達するのが早くなるみたいなことを見たので、このウィークスだいたい下が開くんですよ。私はあんまり予定もそんなにないし、書くこともあんまりないから下側が開くんだけど、その開いたところにやる気のある時だけ韓国語で日記を書いてます。私手帳はこういう風に文字でびっちり埋めるのが好きなんだけど、あんまりこう毎日埋めるような内容がないじゃないですか。ある人もいると思うんだけど、そんなに私はないから。でも韓国語で書くと自分でまだこれ何を書いたか読めないんですよだから別にすごいくだらないことを書いても別に自分で読めないから、なんか別に何書いてんだこいつっていう風にも自分でならないから、韓国語の勉強をするついでに韓国語でこうやってちょっと1行2行日記書くのなんかいい感じで続いてます。こんな感じで。でこれはアプリで翻訳して書いてるんだけど、チャット GPT で翻訳してここに書いてます。
これ昨日の日記なんだけど、このチャット GPT にこうやって一言翻訳してほしい日記を送ると、こうやって翻訳したやつとあと読み方も教えてっていう風にお願いしてるから、読み方とあと単語の意味を教えてもらって、でこれを見ながら日記を書いてます。こんな感じでこれで勉強をしつつ手帳を埋められていい感じ。これはね、飽きるまで続けていきたいと思います。でここのお言葉のところは私お言葉いらない派だから、こうやって付箋貼ってメモスペースにしてます。であとは右側のページはちょっとここシール貼っちゃって見づらいかな。でこの間 YouTube ライブで購入品記録を書いた時に、ここに貼ると可愛いんじゃないと思ってちょっと貼ってみたんだけど、後々見返したら邪魔だなと思ったので、あとは全然シール貼ってない可愛いんだけどね、ちょっと邪魔だったからこっちにしようか。こんな感じで上からダーッと書いていくだけで、ほぼ日ウィークスってこの右ページに元から1本ここに線が入ってるんですよ。だからその線を基準にして、この線の左側にこれは To-Do リストのチェックボックスとか、あと日記の日付、あとこの点は欲しいものメモとか、なんか思いついたことをメモするときは点をして、でこんな感じで上から順番にダダダーっと書いていってます。でなんでこの線の左側に書いてるかっていうと、こういう上から順番にいろいろ全部書いていくの、このライツでもやってたんだけど、こんな感じで一番端っこからこうやっていろいろ書いていくと、トゥードゥーリストとかメモとか見づらかったんだよね。だから見づらいから、ここではこのメモの色を変えたりしてたんだけど、色を変えるのもちょっとめんどくさいから、どうやったら見やすくなるかなと考えてこの形になりました。これだったら日付書けば日付目だってここ日記だなってわかるし、でトゥードゥーリストとメモのこの点とチェックボックスも見やすいし、でここ日記以外のタイトルをつけて書くメモもたまに書くんだけど、それも何のメモか見やすいので、これは私的に使いやすいなと思ってます。でこのスペース空いたらシール貼れるし、まあ私はあんまり気分が乗ってる時しか貼らないと思うんだけど、こんな感じで見やすいようになるかなと思ってやってみてます。でこうやって書いててもどうしても書くこと少ない時は下が余っちゃうんですよ。ここも今日10日金曜日なんだけど、10日の時点でここまでしか書いてないから絶対下が余るんだよね。だからそういう時は手帳、私は文字で埋まってる手帳を見るのが好きなので、できるだけ埋めたいな、どうしようかなって考えた時に、この左側の日記で使った韓国語の意味をここに書いたら振り返りの勉強になるし、普段自分で使う単語覚えられたらまた使えるなと思ったので、ここは韓国語の復習をするコーナーにしました。でこの単語の復習はこの翻訳をチャット GPT にお願いしてるから、この週の日記で使った韓国語の中で覚えておいた方がいい単語を教えてっていう風に
チャット GPT に聞くとこんな感じで単語を抜き出して教えてくれるので、それを書いてます。こっちのページもこんな感じで、ちょっとここ足りないんだけど、もうちょっと書けばよかったね。そのうちね、この韓国語の日記もなんて書いてるか自分で読めるようになったらいいなと思いつつ、1年続いたら何かしら成長はあるだろうと思ってこう書いてます。成長してほしい、今年はまあそんな感じかな、ウィークリーは。でウィークリーのとこだけしおりの紐じゃなくてこのインデックスクリップを使ってます。これ緑のインデックスクリップ、これを使ってます。これすごい薄くて便利なんだけど、一つだけちょっとダメなところがあって、ここ付箋を貼ってるんだけど、この付箋を本当はここに貼りたいんですよ。こうやって。でもこっち側に貼るとこうやって閉めたり開けたりした時にいつの間にかこの付箋の端っこがここに一緒に挟まってる時があるんですよ。でちゃんと開けない時があるから、それだけなんか嫌なので、これはしょうがなくこっち側に貼ってるんだけど、それだけちょっと嫌だなっていう感じ。表裏逆にすればいいのかな。ここが挟みやすいようにちょっと斜めになってるから挟まっちゃうのかな。まあこの付箋を貼る場所に気をつければいいだけだから、とりあえずこうやって使いたいと思います。でこんな感じで今週はこんな感じ。これ今撮ってるからついでにチェック入れとこう。でここをトゥードゥーリストにして使ってるんだけど、やること多い時とか、あと外出していくとこのメモとか必要な時はここじゃなくてこの持ち歩き用のプロッターに書いてます。だからここは 2,3 個書ければいいかなっていう感じ。そんな感じで使ってます。でここにこうやって点でメモを書いてるんだけど、これ過ぎたところのメモってあんまり見返さないじゃないですか。だからここのメモだけ時間がある時にこっちのプロッターに書き写してます。こんな感じ。ウィークスを使ってる時にパッと思いついたメモをとりあえずウィークスに書いておいて、ここでまとめて書いて、で外に行った時にこれ毛糸の色番号なんだけど、これを見て買ったり、あと買いたいものをここにメモしてるから、外でこれを見てこれ買いたいんだったっていう風に思い出して置けるようにここにまとめて後で書いてます。ウィークリーはこんな感じで本当に文字だけでみっちり使ってます。でウィークス、オタクウィークスを書くときはちゃんとほぼ日ウィークス用の下敷きを使ってるんだけど、これ毎日書くやつで下敷きをこっちに入れて書いてこっちに入れて書いてってするのがすごいめんどくさかったから、こっちには下敷きは敷いてません。だからちょっとねボコボコする。私筆圧が強いから余計ボコボコするんだけど、このトモエリバーボコボコしてる感じもいい感じだなっていう感じなので、下敷きは今後もこれには使わないと思います。
で、あとウィークスは後ろにメモページがあるんだけど、ここはこんな感じで使ってます。これは買ったマステとかシールとかを貼って購入品記録をしたり、あとここに日付を書いて雑記を書いたりもしてます。今はなんかだいたい欲しいものを、これ欲しいけどどうしようっていう雑記が多いかな。で、買ったらここに書いてたり、これも推しのグッズ買うのどうしようっていう風に悩んでたり、買ったことを書いてたり、欲しいもの今のところ欲しいもので悩んでる雑記しか書いてないんだけど、それだけ用のページにするっていうわけじゃないです。たまたまなんか今雑記で書きたいこと、欲しいもののことだけだった。年末年始ってなんか物欲が増すよね。だからそのせいでちょっと欲しいものリスト的な感じになってるけど、普通にそれ以外の雑記もこうただただバーッと書いていこうと思ってます。で、ウィークスはこの後ろにマイ100っていうやりたいことリスト的なやつがあって、本当はここにやりたいことリスト、ウィッシュリストを書けばいいと思うんだけど、私ウィッシュリストはこのプロッターの方に書いてるから、それ同じこと書いてもあれだなと思ったので、ここは断捨離リストにしてみました。この雑記のところがね、買いたいものリストだったから、これ書いてる時にじゃあこっちを断捨離リストにしたらいいんじゃないと思って書き始めました。まだ1個しか捨ててないんだけど、ここに捨てたものを書いて、ここに日付を書いて、今年100個断捨離できるかな、できたらいいなっていう感じで記録をつけ始めました。でね、こうやって捨てたものを書いとかないと、あれ捨てたっけ、どっかにあるっけっていう風になることが割とあったので、ちょっとちゃんとつけていこうかなと思ってます。1年で100個捨てるってなると1ヶ月8個ぐらい、今計算したけど1ヶ月8個物を捨てると1年で100個捨てられる計算になったから、1ヶ月8個物捨てるって結構多くない？ちょっと100個断捨離できるまでこれ書いていこうかなと思います。で、こんな感じで終わり。本当にね、ウィークスこうやって普段使い用にするとは私思ってもみなくてびっくりなんだけど、自分でも意外となんか綺麗に書かなきゃとかデコしなきゃっていうのを取っ払うと、全然こういう風に雑に何でも書いていく手帳にすると毎日書けてるからさ、いい感じです。やっぱりね、ああしないとこうしないとっていう縛りがいっぱいあると私続かなくなっちゃうので、めんどくさくて、だから適当に書いてもいいやっていう風に、こういう風に雑に使ってると全然続く感じがします。まだ1ヶ月も使ってないからどの口が言うんだよ続くとかっていう風に思われちゃうから、続きますとは言わないんだけど続くと思う。私の今までの手帳の使い具合としては続くような感触があります。あと私がこのウィークスの外装に飽きなければ、今のところめっちゃ可愛くてお気に入り。飽き始めたらこの辺に推しのトレカを貼ろうと思いますそうだ、私手帳に推しを貼るのが必須なんだけど、まだこれには貼ってないな。そういえば
後でやっぱりここにこの辺にポケットつけてどれか入れとこうという感じで、こんな感じで使ってるような動画でした。参考になったかは不明ですが、こういう風に雑に使ってる人もいるんだよということで動画を今回撮ってみました。またね、使い方、使ってるうちに変わってくるかと思うんだけど、変わったらまた使い方変わったよって動画で撮ると思います。インスタとかにもねアップしたいんだけど、これアップする？見たい見たいかな。多分ストーリーズとかにはあげると思うんだけど、フィードにはあげないかな。あげてみよっかな。ちょっとわかんないけど、どうしよう。ストーリーズにたまにあげるかも。そんな感じです。また今度こっちのオタクウィークスも中身紹介できるようにちょっとちゃんと書きたいと思うので、またウィークスの動画出たらぜひ見てください。多分ね、これ手帳タイムの動画とかで書くとこう撮るかも。撮れたら撮りたいな。ウィークスをね2冊も使う日が来るなんて私思ってもみなかったから、今年はちょっと変化の年だね。前まではこっちのプロッターとかシステム手帳でいろいろするのが好きだったんだけど、なんか去年の年末あたりから急に閉じ手帳ブームが来て、こんな感じで使ってます。本当はね、私このレフトタイプのウィークリー、左に習慣があって右にフリーページがある手帳って、こっちに何を書けばいいか分かんなくて使うの苦手だったんだよね。でも何書くとかじゃなく、何でも上から全部書いていけば全然普通に使えることが分かったから、何でも書けばいいんだよ何でも書けばいいと思います。空いたところにシールとかも貼るスペースあるし、デコりたくなったらこの辺に後からシール貼ろっかな。マンスリーもねデコるかと一瞬思ったんだけど、デコったら絶対続かないから文字だけにしました。潔くっていうかめんどくさがりなだけなんだけど、こんな感じで文字だけで基本続けていこうかなと思ってます。ではこんな感じで普段使ってるほぼ日ウィークスの紹介でした。少しでもなんか参考になってれば嬉しいです。ではここまで見てくださってありがとうございました。また他の動画も見てくださると嬉しいです。手帳タイムの動画撮るときはウィークス書くとこも撮ると思うので、よければ見に来てください。じゃあねー。バイバーイ。